伊賀と甲賀、この2つの名前を聞いてあなたは何を思い浮かべるでしょうか。きっと多くの人が宿命のライバルとして激しく争い合う二大忍者集団の姿を想像するはずです。互いの里の存亡をかけて陰で殺し合い決して相入れない関係。アニメや映画、ゲームの中で伊賀の忍びと甲賀の忍びはいつも敵同士として描かれてきました。江戸川乱歩をはじめとする作家たちが描き、戦後の映画やテレビが繰り返し映し出してきたあの図式です。それはもはや日本人にとって当たり前の常識と言っても良いでしょう。しかしその宿命の対決は本当に歴史の中で起きていたことなのでしょうか。実は伊賀と甲賀が常に敵対していたという話は後の時代に作られたフィクションである可能性が高いのです。今回は私たちが信じて疑わない伊賀と甲賀の対立という物語を当時の資料から徹底的に検証していきます。資料をたどるとまず驚かされるのは伊賀と甲賀があまりにも近いという事実です。2つの地域は現在の三重県と滋賀県の境にあり、その距離はおよそ 30km しか離れていません。間にそびえる山を越えればすぐにたどり着いてしまう、いわば隣同士の土地でした。これほど近ければ人々が日常的に行き来し互いに深く交わっていたと考えるのが自然です。実際伊賀と甲賀は似たような地形と政治の中で暮らしていました。どちらも山に囲まれた小さな盆地で大きな大名による強い支配を受けることがありませんでした。その代わり土地の侍たちが寄り合いを作り、話し合いによって自分たちの土地を治めていたのです。この自治の仕組みは伊賀でも甲賀でもよく似ていました。立場のよく似た者同士が山一つを隔てて隣り合っていたのです。そこに生まれるのは対立よりもむしろ共感と協力だったのではないでしょうか。両者の結びつきは血縁や婚姻によっても深められていました。家と家が縁組を結び、伊賀の血が加賀へ、加賀の血が伊賀へと流れていったのです。互いに親戚となった者同士が宿命の敵として殺し合うというのはいかにも不自然な話ではないでしょうか。忍術の世界を見ても両者のつながりは明らかです。江戸時代に書かれた忍術の集大成万戦集会という書物があります。これは甲賀の忍びの知識を中心にまとめられたものですが、その中で伊賀の忍術を否定したり敵として描いたりする記述は見当たりません。それどころか万戦集会は伊賀と甲賀の忍術を同じ一つの優れた技術として並べて尊重しているのです。両者は別々の流派でありながら互いの知恵を認め合う、いわば兄弟のような関係にありました。もし両者が憎しみ合う宿敵だったならこのような書き方はされなかったはずです。さらに決定的なのが戦国時代の終わり、本能寺の変の後に起きた出来事です。織田信長が突然この世を去った時、徳川家康はわずかな塔だけを連れて堺という遠い土地に滞在していました。主君を失った世は一気に荒れ、街道には落ち武者を狙う者たちが満ち溢れます。家康は敵地となった山深い伊賀の道を抜け、命からがら故郷の三河へ逃げ帰ろうとしました。世に言う神君伊賀越えです。この時家康を案内し危険な山道を無事に送り届けたのが伊賀と甲賀両方の忍びたちだったと伝えられています。彼らは敵対するどころか力を合わせてたった一人の主君を守り抜いたのです。そしてこの命がけの働きが認められ、伊賀者と甲賀者は共に徳川家に召し抱えられていきます。江戸の世になると彼らは同じ江戸城の中で門の警備などの役目を担い、肩を並べて将軍家に仕える同僚となりました。それぞれが伊賀組、甲賀組として組織され、同じ幕府の屋根の下で働いたのです。記録の中には伊賀と甲賀両方の技を学び、その両方を身につけたとされる忍びの姿さえ見られます。技術は里の壁を越えて伝えられ、人もまた自由に行き来していました。これこそが資料が静かに語る伊賀と甲賀の本当の関係だったのです。ではなぜ伊賀と甲賀は宿命のライバルであるという誤解がこれほど深く広まったのでしょうか。その答えは歴史の記録ではなく物語の世界にあります。確かに戦国時代に両者が別々の主君に雇われ、結果として敵味方に分かれて戦った場面が全くなかったわけではありません。けれどもそれは里と里の宿命の対決ではなく、その時々の事情で生まれた一時的なものに過ぎませんでした。忍びとは報酬を受けて働く専門家です。雇い主が違えばたまたま戦場で向かい合うこともあったというだけのことなのです。それは同じ伊賀の者同士、甲賀の者同士でさえ同じでした。違う主君に仕えれば同じ里の出身者が敵味方に分かれて戦うことも決して珍しくはなかったのです。つまり里の全員が一つの意志でぶつかり合うという宿命の対決の構図そのものが現実には存在しなかったと言えます。ところがこの複雑で地味な実態は物語にするにはあまりにも扱いにくいものでした。伊賀と甲賀の対立というイメージがはっきりとした形を取り始めるのは
江戸後期から明治にかけての講談や読み物の中でのことです。語り手たちは客を引きつけるために2つの里を分かりやすい敵同士として描き始めました。そして現代の私たちが抱く対立のイメージを決定的にしたのが戦後の小説でした。昭和30年代、作家の山田風太郎が発表した忍法帳と呼ばれる一連の小説です。中でも有名な甲賀忍法帳は、伊賀と甲賀、それぞれ選ばれた10人の忍者たちが互いの里の命運をかけて殺し合うという衝撃的な物語でした。奇想天外な術を操る忍者たちが次々と命を落としていく、その展開は多くの読者を熱狂させました。これが爆発的な人気を呼び、伊賀対甲賀という構図は一気に大衆の心へと刻み込まれていったのです。やがてこの物語は漫画や映画にも繰り返し作り変えられ、対立のイメージはさらに広がっていきました。考えてみれば対立の物語はとても作りやすく、とても面白いものです。2つの里を敵同士に設定すれば、観客はどちらを応援すればよいかすぐにわかります。手に汗握る戦いが生まれ、裏切りや悲しい別れといった心を揺さぶるドラマも描けます。協力し合う地味な現実よりも憎しみ合う劇的な対決の方がはるかに物語として売れるのです。こうして伊賀と甲賀の対立は小説から映画へ、映画から漫画へ、そしてアニメやゲームへと受け継がれ、何度も何度も描かれていきました。一つの作品が次の作品に影響を与え、新しい作品がまた次の作品の手本となる。そうして対立のイメージはどんどん強く、どんどん当たり前のものになっていったのです。やがて誰もが伊賀と甲賀は昔から敵同士だったと何の疑いもなく信じるようになりました。つまり宿命のライバルという物語は歴史が生んだ事実ではなく、娯楽が長い時間をかけて作り上げたよくできたフィクションだったのです。二つの事実を重ね合わせると、私たちが信じてきたものの正体がはっきりと見えてきます。本当の伊賀と甲賀は山一つを隔てた近い隣人でした。よく似た自治の暮らしの中で技術を分かち合い、血縁によって結ばれ、いざという時には力を合わせて、たった一人の主君を守り抜いた、協力し合う仲間だったのです。万戦集会は両者の忍術を共に尊び、神君伊賀越えでは肩を並べて家康を救い、江戸城では同じ将軍家に仕えました。これが資料が語る伊賀と甲賀の姿です。一方で私たちが思い描く宿命の対決は、江戸の講談が目を作り、戦後の小説が大輪の花を咲かせ、映画や漫画やゲームが世界中へ広めた劇的なフィクションでした。どちらが面白いかという話をしているのではありません。けれども資料が語る本当の関係を知ると、忍びという人々が里の壁を越えて知恵と技を伝え合った賢くしなやかな存在だったことが見えてきます。敵として描かれてきた2つの里は、本当は互いを高め合うかけがえのない技術の交流相手だったのです。私たちは面白い物語に夢中になるあまり、その奥にあった本当の歴史をいつの間にか忘れていたのかもしれません。激しい対決という華やかなイメージの裏には、もっと深く、もっと興味深い真実が隠されていました。あなたの常識は今また一つ書き換えられたかもしれません。チャンネル登録と高評価が次の真実を届ける力になります。次回第3回、忍者は農民だったのか、あの神秘的な影の存在の意外な正体に資料の光を当てていきます。歴史の常識をまた一緒に検証しましょう。